どうも、ボタニカリスティックスです。今日はね、行ってきましたシリーズになります。今日はどこ行ったのかって話なんですけど、つくば市にある、茨城県つくば市にある、筑波実験植物園という植物園に行ってきました。この植物園は、NHK の趣味の園芸、これかっこいいぜっていうシリーズあるじゃないですか。俳優の滝藤さんが出てるやつですよね。で、あれいろんな人呼んだりして、で、杉山さんって、ご存知の方多いと思うんですけど、を招いてやってる回で、この筑波実験植物園の美隠しだとか取り上げる。そういう回があったんですけど、その植物園がここなんですけどね。それで知ってるよっていう人もいると思うんですけど。で、今回ね、この植物園、結構ね、全体はね、大きいんですけど、僕はね、もうね、温室のとこだけ絞って。その日ね、結構ね、雨も降ってたっていうのもあるんですけどね、あんまり時間もなくてですね、もう温室だけに絞ってね、行きましたね。もう日暮らしがね、すんごい泣いてるんだけど、もうその中を、バーッと温室の方向かって、この日ね、水草展っていうのをちょうどやっている期間中で、水草展自体はどっかのその奥の施設でやってたんだと思うんだけど、実験植物園の入り口の、施設のところでも、この水草展の一環なんだろうね。子供とか大人とかがね、みんなね、一生懸命水草をね、使ってね、小さなね、ガラス容器をね、使って、アクアリウム体験みたいなのやってましたね。すごい楽しそうでしたね。僕ね、そっちも好きなんで、ちょっとね、興味津々だったんだけど、今回時間ないし、フィカス、温室にもう一目散で向かったっていうわけです。で、そんな温室なんだけど、その温室もね、何個もあるんですよ。何個も、4つぐらいかな。もちろんね、行ったからにはね、全部見てほしいとは思うんですけど、忙しいフィカス好きのためにね、これだけはっていう温室を紹介しますと、熱帯雨林温室。ここだけはね、絶対外せない。っていうかね、ここだけフィカスが置いてあるって感じなんですよ。その熱帯雨林温室の入り口がね、階段がね、右と左、両サイドにこうね、分かれてて、で、これ、どっちが入り口なのかな？多分ね、左が入り口だと思うんですよ。で、右が出口だと思うんですよ。順路とかあるのかな？僕ね、あんまり分かんない。何も考えないでね、いつもね、左側が入り口だと思ってね、左側登っちゃうんだけど、そういうことにして、左から行きましょう。階段登って、2階から、こっから始まるんですよ。で、このね、始まりからね、フィカスなんですよ。その入り口にあったフィカスがね、普段あんまりね、やっぱりね、お店でね、会えないようなフィカスがあってね、それ結構興奮するんだけど、オーバーゴムノキ、マクラフィアね、ワッサ、ピリフォルミス、イワイヌビワ、ドゥルパケア。やっぱね、実物見るのってすごくいいんですよ。というのはね、もうこのドゥルパケアに関してだけど、僕ね、ジャワゴムってあるじゃないですか。で、ジャワゴムの学名ってなんだろうなって思ってて、ちょっと前までね、このドゥルパケア、ドゥルパセアって僕は言ってたんだけどね、だと思ってたんですけど、これをね、ここに来て、これを見てからね、やっぱ全然違うんだなっていうことが分かりましたね。もちろんこれがドゥルパケアだっていうのが合ってるっていう話で、その植物園のそれが合ってるっていう前提で話してるけど、それね、触ったんですよ。で、そしたらね、もうね、すんごいザラザラしてるんですよ。ムクゲゴムって言うんで、ジャワゴムもね、そのザラザラするのは別に、ザラザラとかふわふわとか、そういうのしてるのは別にいいんだけど、そういうレベルじゃなかった。そこにあったドゥルパケアの歯は。ザラザラというかもう痛いんですよ。もう猫のベロみたいな。猫に舐められた時に、猫のベロってほら、トゲトゲしてるじゃないですか。ああいう感じ。めちゃくちゃ痛い感じでした。あとね、インドボダイジュとかあったりね。でね、それが入り口。入り口を入っていくじゃない。で、入っていくと、すっごいでかいインドボダイジュがね、今度また迎えてくれるんですよ。でさっきのね、入り口にもね、インドボダイジュいるんだけど、今回中に入ったインドボダイジュはもう大木のインドボダイジュ。で、そのね、インドボダイジュの横にね、なんだかわかんないね、緑のね、葉っぱのね、木が、それも大木なんだけど、あってね、これフィカスじゃねえかな。なんだろうこれ、僕も知らないフィカスだこれ。うわ、興奮するみたいな。って思ってさ、めっちゃパシャパシャ写真撮ってたのね。それがさ、その品種の札がさ、ないのよ。2階から見てるからね。だから下にあるんだろうね。1階に。でね、下にね、降りてって、確認しようってね、ワクワクしながらね、こうやって順路を歩いていくわけですよ。で、そんな中ね、アコウがね、いましたよ。先日のさ、新馬紹介でアコウの葉、赤いのと、緑色のと、紹介したけど、その緑色の方の葉っぱ。これね、実はね、この筑波実験植物園の写真だったんですよ。あれはね、もう何年前だっけな、何年前かの行った時の写真だったんですけどね。ここのね、アコウはね、赤くならないんですよね。いつ来てもね、赤いアコウはないんですよ。でね、アコウはね、2階から見えるアコウとね、1階のアコウとね、あって、札がそれぞれあったんだよね。でね、上のね、札には、フィカス、サブピソカルパって書いてあるの。
でもね、下のね、アコウの札には、フィカス・スペルバー・ジャポニカになってましたね。前にね、この辺の話は考察シリーズで、話したと思うんだけど、それね、知ってるよっていう人は別になんだけど、これ知らない人が見たら結構混乱しますよね。ちょっとちゃんと統一した方がいいと思いますけどね。で、そのすぐ近くにシェフレラの一種っていう札がね、ついている、シェフレラがあるのね。で、それね、多分ね、僕ね、アクチノフィラのノバだと思うんだけど、一種って書いてありましたね。そうそう、フィカス以外喋れないって僕言うんですけど、実はね、シェフレラもね、ちょっといけますよ。フィカスと同じようにね、シェフレラも独自のデータベースをね、現在進行形でね、構築中なんでね。あとね、ラーメンの話もいけますけどね。聞いてないか。それで、2階で見てた、フィカス、下に来て、札がありましたよ。フィカスじゃなかった。ピリナッツって知ってますか？スーパーフードらしいんですけど、だからね、その実がなる木でしたね。札にはね、カナリウムオーバトムって書いてあったかな。ちょっと読み方わかんないんだけど。あの葉っぱね、すごい良かったんですけどね、フィカスだったら。フィカスじゃないからちょっともう研究対象から外れちゃうっていう。でもね、すごくいいね、緑色のいい葉っぱをしてましたね。ぜひフィカスに、みたいな気持ちだったけど。ぜひフィカスにってちょっと、どういうコンセプトかちょっとよくわからないけど、でもね、そう、すごくね、そういうのも楽しいよね。そうそう。なのでね、このね、熱帯雨林温室以外の別の温室もあるんだけど、そっちはね、多肉とかアガベとかね、ビカクシダとか、そういったね、フィカスからね、ちょっと離れるんだけど、それでもね、結構楽しいですよ。フィカスから離れちゃうからあんまりちょっと話さないけど、なんかね、入り口がね、エアプランツだらけのすごいね、温室もあったよ。あとね、どこの温室でもやりがちな、身近な植物に触れられる温室。何を言ってるのかというと、よく聞いたことあるような植物が並んでるとこ、子供たちでもさ、それなら知ってるって言って楽しいって思えるような、そんな温室もね、ここもちゃんとありますね。例えばカカオとかさ、バナナとかさ、マンゴーとか、パンの木とか。でね、その中でね、ドリアンってあったんですよ。その葉っぱがさ、アムスにすごい似てるんだよ。ちょうどね、最近、湘南ゴムの、アムステルキングの葉っぱ、湘南ゴムも含めてだけど、この葉っぱに似てる品種って多いなーって思ってたところだったの。で、それはさ、フィカス内でも多いよね。セルベンシスとか。実際あの辺かなり学名混乱してたしね、いろんなのがもう入り組んでたじゃない。それでね、マンゴーの葉っぱもね、似てるんだよ。今度やろうかなーってちょっと思ってたぐらいなんだよね。この葉っぱに似ている。なんだろう。本当のアムステルキングの葉っぱはどれでしょうクイズじゃないけどさ。需要ないかなという感じでどうでしょう。植物園はね、ほんとね、楽しいですよ。どこのね、植物園も、似通ってるようでいてね、よくね、細かいとこ見ていくとね、結構その植物園の特色がすごい出ててね、どこも違くてね、楽しいんですよ。あっちにはね、これがあったけど、こっちにはこれがあって、あれはなかったとか、結構ありますもんね。総じてね、この筑波実験植物園の温室はどうだったのかってね、聞かれるとね、わかんないけどね、楽しかった。ちょっとね、まだね、温室素人なんですよ。だから、もっともっとね、たくさんね、いろんなの言ってね、それでね、もうちょっとね、知ってから、いろいろ言ってから比べさせてほしいかな。まだまだね、ここはこうだとかね、言うほどね、言ってないかな。温室ってどのくらい言ってんだろう ?10 個ぐらい言ってるかなとか。その程度なんですよね。だからね、まだまだ、これからいろんなとこ行ってみて、ここはこうだとか、こっちはああだよねとか、そういう話も今後ね、できたらいいなと思ってます。はい。今日はそんなとこですかね。今日は行ってきましたシリーズになります。植物園、筑波実験植物園に行ってきましたの動画でした。はい。では、以上です。はい。今日はこんなところで、また。